新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昨年に引き続き今年のお正月も大長編の動画を作ることにしたよ。去年のテーマは日本だったけど、今年は世界をテーマにしてみるね。私は世界の音楽に触れるのが好きで、スノでもいろいろな言語で曲を作ってる。生成 AI の時代が来る前はいろいろな言語で曲を作るのは難しかった。その言語で歌える人を探したり、自分で歌ったりするのは難しいから、その言語のボーカルが録音された素材を切り貼りするしか手段がなかったね。でもスノなら使いたい言語を入力するだけで普通に歌ってくれる。いろいろな言語に対応しているのはスノの大きな魅力の一つだと思うよ。ところでスノが対応できる言語って具体的にいくつあるんだろうね。スノ公式では明確にされてないけど、過去にそれを調べた人は何人かいる。過去の調査だと50から60言語くらいは対応しているという結果が多いね。でも正確な数は調べた人によって異なる。調べるのが非常に難しいからだよ。沖縄語を例にして考えてみようか。沖縄語は日本では方言扱いされるけど、国際的には別の言語とされているよ。ではスノは沖縄語に対応しているのか。沖縄語は日本語と同じ文字を使うから、スノに入力すれば当然歌ってくれる。でもそれは日本語で歌ってるだけで、沖縄語の歌い方をするわけではないよね。私も沖縄語のナンクルナイサーの文字を読み上げることはできるけど、沖縄語を話せるわけではない。スノについても同じことが言える。つまり歌詞を入れて歌っただけではスノがその言語に対応できるとは言えない。その言語らしい発音で歌えて初めて対応していると言えるわけだね。でもその言語らしい発音かどうかってその言語に詳しくないと判断できない。スノの対応言語を全て調べるのは全言語に精通している人以外は不可能だから、調べる人によって結果は異なるし、スノ公式も正確に示せないわけだね。今日の動画では少し考え方を変えてスノの対応言語を調べてみようと思う。言語が変われば曲調も変わる。これはスノではおなじみの仕様だね。つまり言語を入れて曲調が変わればその言語は対応していると言えるのでは。今日の動画は言語を変えると曲調がどう変化するかを調べていくよ。ちなみに言語名をスタイル欄に入れると歌詞の言語を変えた時と似た効果になる。例えばアラビックとスタイルに入れると歌詞をアラブ語にした時と似た曲になる。いろいろな言語の歌に興味がない人はスタイルに言語名を入れたらどうなるか、そんな観点で見てみるといいかも。それじゃ早速対応言語を調べてみようか。ちなみに最初は全言語を調べて対応言語を全て歌わせる予定だったけど、今回調査したら100から200言語は対応できそうなレベルだったので、今日の動画では特にメジャーな言語1位から50位までの効果を紹介するよ。ちなみに今回の動画ではオブディルシーの言語別ネット使用量ランキングを使うよ。1位は言うまでもなく英語だね。日本でも英語を使う機会は多いと思う。インターネットの全文字を100としたらそのうちの 20% は英語が使われているよ。第二言語として使う人も多いのが英語の一番の特徴と言えるね。音楽においても最も視聴者層が世界全土に広がっている言語でもある。英語で曲を作ると意外な国で人気が出たりすることもあって面白いね。英語圏の人気ジャンルはヒップホップ。近年は派生のトラップが大勢力だね。それと他の地域と比較した時に特に英語圏で人気が高いのがカントリー。イギリス由来のアメリカ音楽だからね。英語圏で人気が出るのはよくわかる。それじゃスノでの英語の歌やイングリッシュスタイルの効果を聞いてみよう。From east to west and north to south we go. Every tongue has a story, let the language flow. Different sounds and different scripts we write. 英語歌詞やイングリッシュスタイルはスノでは特徴的な効果があまり出ない。あまりにもスタンダードな言語すぎて逆に固有の特徴が出せないんだろうね。イングリッシュスタイルは弱い効果だけど
カントリーに近い曲になる特徴がある。イングリッシュって単語にはもちろん、イングランドって意味もあるからね。イギリス由来のアメリカ音楽である。カントリーになる理屈はよくわかる。ランキング2位は中国語。これもまあ言うまでもないかな。インターネットの言語の 19% にもなる。でも中国語はかなり特殊な存在だね。インターネットの主要なサイトは中国本土からのアクセスが制限されている。例えば YouTube も制限されているから。 YouTube 動画の中国語の割合は 1% もない。音楽についてはアクセス制限の他にもいろいろと複雑な事情もあるんだけど、中国語の音楽も基本的には中国内だけで消費されることが多い。中国外の人が触れる機会は少ないね。日本や韓国とは対照的だと思う。中国の人気ジャンルは自国風にアレンジしたポップス。日本の J-POP や韓国の K-POP と同じように C-POP と呼ばれてるよ。それじゃスノでの中国語の歌やチャイニーズスタイルの効果を聞いてみよう。每个词语都成为我们的歌，敞开心扉，让音乐开始响起。无论罕见或常见，大或小，每个词语都成为我们的歌，敞开心扉，让音乐开始响起。罕见或常见，大或小，这里。日本と中国は古代から近代まで音楽的にいろいろな影響を受けているし、皇帝が重要な言語の仲間でもあるので、日本と中国の音楽性はよく似ている。言語は強弱が重要になる言語と皇帝が重要になる言語の2種類ある。西洋圏の言語は強弱言語が多くて、アフリカやアジアは皇帝言語が多いね。この強弱、皇帝の言語差というのは音楽に非常に大きな影響を与えている。強弱言語の人は音楽においても強弱を聞き分ける能力が高くて、逆に皇帝言語の人は音楽でも皇帝を聞き分ける能力が高いよ。例えば絶対音感を持っている人の割合は皇帝言語の人の方が多いとされている。これは音楽の好みにも影響するよ。例えば皇帝言語を持つ日本人はメロディーのないラップのような歌を苦手に感じる人が多い傾向がある。逆に強弱言語の人は派手なメロディーでも強弱のない歌を苦手に感じることが多い。これはもちろん好みの問題でしかない。ラップが好きな日本人もたくさんいる。ただ全体の割合という視点で見ると明確な差が出てしまうことも確か。まあだから日本人の音楽の感性って強弱言語の西洋圏の人とは違うことが多い。そしてアジア圏の感性と合うことが多い。言語の性質的にはそうなるんだ。ランキング3位はスペイン語。2位からは大きく離された 7.7%。スペイン語はスペインの言語だけど中南米ラテン諸国の言語として有名。スペイン語話者の8割くらいは中南米ラテン諸国の人口だからね。人気ジャンルは圧倒的にラテンだね。近年はレゲトンが大流行中。それじゃスノでのスペイン語の歌やスパニッシュスタイルの効果を聞いてみよう。Cada palabra se vuelve nuestra canción. Abre tu corazón, deja que empiece la música. Raras o comunes, cada palabra se vuelve nuestra canción. Abre tu corazón, deja que empiece la música. スペイン語歌詞は言語の中心である。中南米のラテン音楽要素が出たけど、スパニッシュスタイルはラテンではなくスペイン本国の効果が強く出たね。音楽の世界では中南米の音楽は当然スパニッシュではなくラテンと呼ぶ。そしてフラメンコを代表とするスペイン音楽の知名度も高いからね。スパニッシュがほぼスペイン音楽になる。それはまあ音楽的には自然だと思う。ランキング4位はヒンディー語。人口1位のインドの公用語ではある。人口1位の国の言語がなぜ4位なのかというと、インドは多言語国家だからだね。ヒンディー語はインド北部の言語でインド南部では話せない人も多いし、
ヒンディー語を公用語として押し付けられることを嫌う人もいるよ。だからインド全土に情報を発信するときは中立的な言語の英語を使うことも多い。ヒンディー語を話せる人の人数はスペイン語を抜いて3位なんだけど、インターネットの言語量だと負けるのは英語に役割を取られているからだね。ヒンディー語圏の人気ジャンルはボリウッド、つまりインド映画になる。インド映画で使われる音楽が音楽としても大人気ってことだよ。それじゃ素のでのヒンディー語の歌やヒンディースタイルの効果を聞いてみよう。पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चलें, हर जुबान की कहानी है बहने दो। अलग आवाजें अलग लिपियां लिखते हैं, पर एक ही चांदी में गाते। हर शब्द बन जाता है हमारा गीत, दिल खोलो संगीत शुरू होने दो। दुर्लभ हो या आम, बड़े या छोटे। ヒンディー語歌詞はスポークンワードで指定せずともセリフパートが生成されやすい。先ほど話した通りインドの主流はインド映画の音楽だから、インド映画のように歌とセリフが混じる。それが普通のインド音楽だってことだね。ランキング5位はロシア語。ロシアの公用語だね。ソビエト連邦時代も公用語だったので、旧ソ連諸国にもロシア語を話せる人は多い。ただロシア語を話したくない人も多い。ウクライナの例はよく知るところだね。先ほどのインドの例もそうなんだけど、話者の人数と使用量は必ずしも一致しない。むしろ結構差が出ることが多いから、今回は言語の使用量順に紹介しているよ。ロシアで人気なのは自国風ポップス、ロシアンポップと呼ばれているよ。それと近年はヒップホップが流行中。フォンクはロシアで発展したヒップホップだね。それじゃ素のでのロシア語の歌やロシアンスタイルの効果を聞いてみよう。Каждое слово становится нашей песней. Открой свое сердце, пусть музыка начнется. Редкие или обычные, большие или малые, здесь есть музыка для всех. Каждое слово становится нашей песней. Открой свое сердце, пусть музыка начнется. Редкие или обычные, большие или малые, здесь есть музыка для всех них.ロシア音楽は暗い曲が多いよ。これは音楽以外でも見られる特徴。一番有名なのはロシア文学かな。トルストイとかドストエフスキーとか。もちろん全部が暗い音楽ではないけど、傾向としては暗い音楽が多い国と言える。ランキング6位はアラビア語。中東、北アフリカ諸国の言語だね。アラビア語というと話題になりやすい。中東諸国を想像する人もいると思うけど、人口だと北アフリカの方が優勢だよ。アラビア語人口が一番多いのはエジプト。アラビア語は右から左に読む。言語として有名だと思う。だから一般的な PC やスマホでアラビア語を使うのは難しいね。ちなみにアラビア語圏の PC やスマホは大半のインターフェースが反転してるよ。例えば左矢印は戻るではなく進むボタン。当たり前だけど非常にややこしいね。アラビア語圏の人気ジャンルは自国風ポップスのアラビックポップ。近年は EDM を自国風アレンジしたマハラガナートが大流行しているね。それじゃ素のでのアラビア語の歌やアラビックスタイルの効果を聞いてみよう。كل كلمة تصبح أغنيتنا الليلة هذا المساء افتح قلبك دع الموسيقى تبدأ الآن فورا هنا نادرة وشائعة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب نذهب الآن كل لسان قصة عهد تتدفق بحريته هنا。 アラブ音楽は一般的な音楽と異なる。特殊なメロディーを使うことが多い。だからどこか異質な雰囲気があるね。ただ全てのアラブの曲がそうではない。普通のポップスに近いアラブ音楽もある。言語だけだとアラブ風味は弱かったよね。ランキング7位はフランス語。フランスとアフリカ諸国の公用語だね。
ちなみに1位から7位の言語はヒンディー語以外は国連の公用語だよ。ヒンディー語が国連公用語でないのは国連設立時点のインドは英領だったから。国連設立時点ではインド国内ですらまだ英語が公用語だったからね。話をフランス語に戻すと、フランス語話者の人口1位はフランス。でもアフリカのフランス語人口も多い。両者の人口は拮抗しているね。フランスでは英語圏同様にヒップホップが音楽の主流になっている。アフリカ諸国ではアフロビートのような現代の曲にアフリカ要素を混ぜた曲が主流。それじゃスノでのフランス語の歌やフレンチスタイルの効果を聞いてみよう。Chaque mot devient notre chanson ce soir. Ouvre ton cœur, laisse la musique commencer. Rare ou commune, grande. Chaque mot devient notre chanson ce soir. Ouvre ton cœur, laisse la musique commencer. Rare ou commune, grande ou petite, nous appelons. Il y a de la musique ici. フランス語やフレンチの効果は基本的には英語に似ていると思う。でも英語と違ってアメリカ要素、カントリーの影響がない差はあるね。ランキング8位はポルトガル語。これはまあ事実上ブラジルの言語になる。ブラジルの人口2億人に対してポルトガルの人口は1000万人だからね。ブラジルとポルトガル本国の言語は同じポルトガル語でも結構違いがある。でも圧倒的な人口差があるから事実上ブラジル版が標準になっているよ。例えば翻訳ソフトなどでポルトガル語を翻訳しようとすると基本はブラジルポルトガル語になる。ポルトガル本国の言語には翻訳されない。ポルトガル本国の人としては当然不快になることも多いだろうね。音楽面でも圧倒的な人口差によってポルトガル語の音楽はほぼブラジル発。ポルトガル本国でもブラジル発の音楽がヒットする例はかなり多く、逆にポルトガル本国の音楽がブラジルや世界でヒットした例は少ない。現在はブラジル側の力が非常に強い。かつての支配関係が逆転してしまったね。ポルトガル語圏で人気の音楽はセルタネージョと呼ばれるポップス、カントリーをラテン風にアレンジしたそんな感じの明るいポップスだよ。ヒップホップをサンバ風にアレンジしたバイレファンキも人気があるかな。それじゃスノでのポルトガル語の歌やポルトギーズスタイルを聞いてみよう。 Cada palavra se torna nossa canção esta noite. Abra seu coração, deixa a música começar. Raras ou comuns, grandes ou pequenas, chamamos a música aqui. Cada palavra se torna nossa canção esta noite. Abra seu coração, deixe a música começar. ブラジルとポルトガルの言語は文章は似ていて発音が大きく異なる。今回はブラジルでもポルトガルでも通用する中立的な文章を歌詞にしたけど、この場合の発音はほぼブラジルになる。まあこれは当たり前といえば当たり前かな。ただブラジルでは使われないポルトガル本国特有の表現を多く使うと歌詞全体がポルトガル式の発音になる。ポルトガル式も対応はできるってことだね。ポルトガル語を話せない私の検証だから信憑性は非常に怪しいんだけど、ポルトガル語圏のスノの話題をちょっと調べてみたら同じ結論だった。基本はブラジル式の発音になってしまう。ポルトガル式にするのは工夫が必要って感じ。スノの使用的に歌詞やスタイル欄でポルトガルらしい要素を強めてあげれば発音がポルトガル式に変化すると思う。実際に深く検証してはいないけどね。ちなみにポルトガル式は英語の発音に近く、ブラジル式は日本語の発音に近いよ。だから日本人の耳にとってはブラジル式の方が聞きやすいね。ランキング9位は日本語。ひとまず日本にたどり着いたね。日本語は国際的な広がりがほぼない。ガラパゴスと言われる特徴があるね。要するに海外で日本語を話せる人は他の言語と比較して非常に少なくて、日本人で英語を話せる人も非常に少ない。双方向で非国際的な言語と言えるね。
それは別に悪いことではないよ。自国の文化を保ちやすいとも言える。ただ音楽のような娯楽作品を作る場合、日本語のこの性質は非常に厄介だね。例えば英語の曲はアメリカで不人気でも他の国で大人気になることはある。でも日本語の曲は日本しか聴かない。日本で人気が出ないと終わりなんだ。音楽は娯楽作品の中では珍しく、言語を知らなくても楽しめるから、日本では人気が出なかったけど、海外で大人気になった日本語曲もある。ただ他の言語と比較してしまうと、レアケースであることに間違いはない。だから日本語で人気の出る曲を作るなら、日本の流行に合わせた曲を作るべきで、日本で流行していない曲を作るなら、英語で作った方が人気は出やすいね。スノにおいては英語を理解せずとも、英語の曲を作ることは容易にできるから、日本語ではなく英語で曲を作る。そんな選択肢も有力ではあるよ。日本で人気のある音楽ジャンルは、自国風ポップスの J-POP、つまり J-POP とかけ離れた曲調の音楽を日本語で作るのは不利だね。それじゃスノでの日本語の歌やジャパニーズスタイルの効果を聞いてみよう。すべての言葉が私たちの歌になる。心を開いて東から西へと北から南へ行く。それぞれの言葉に物語がある。違う音と違う文字を。今の歌の日本語歌詞は日本人から見ると不自然だったと思う。今回の歌詞は英語をベースにして、そこから各国の言語に翻訳しているよ。スノは歌詞の内容によって大きく曲調が変化する性質がある。だから同じ条件になるように全ての言語で歌詞の意味は同じにした。ただ同じ意味で他言語に翻訳すると、言語によって文章の長さが変わってくる。歌詞の発音数に大きな差があると、それはそれで曲調が変わってくるから、今回は歌詞の意味をある程度保ちつつ、発音数もある程度揃えることにしたよ。結果的に母国語の人から見ると多少不自然な歌詞になっていると思う。ランキング10位はドイツ語。ドイツの公用語だね。ドイツ語は他のヨーロッパ言語と違ってアメリカやアフリカで使われていない。理由はまあ敗戦国だからだね。海外の領地は大戦後になくなった。ドイツで人気のある音楽ジャンルは、まずは自国風にアレンジしたポップス、シンセポップ系の音楽である。シュラガーは少し古いけど有名だね。近年は欧米らしくヒップホップが人気。ドイツラップと呼ばれているね。ちなみにドイツ語は音楽ジャンル名にスペースを入れないのが一般的だけど、これがスノの仕様と相性がいいんだ。スノは単語ごとに効果を出すからね。この話はいずれ動画にする予定だから、詳しい解説はその時にさせてもらうよ。それじゃスノでのドイツ語の歌やジャーマンスタイルの効果を聞いてみよう。Jedes Wort wird heute Nacht zu unserem Lied. Öffne dein Herz, lass die Musik jetzt beginnen. Selten oder häufig, groß oder klein. Jedes Wort wird heute Nacht zu unserem Lied. Öffne dein Herz, lass die Musik jetzt beginnen. Selten oder häufig, groß oder klein rufen wir. 欧米は現代ポップスの発信地だから、あまり変わった効果は出ないことが多いね。ランキング11位はマレー語。主にインドネシアの公用語だね。インドネシアの公用語はそのままインドネシア語と呼ばれることもある。ただ言語学的にはマレー語の方言として扱われることが多いよ。方言と呼ぶには結構差が大きいけど、普通に意思疎通できる程度には似ている。例えばインドネシア語の音楽がマレー語圏で流行することもよくあるよ。インドネシアの方が人口は圧倒的に多い。ブラジルとポルトガル的な関係だけど、インドネシアは実質マレー語であっても自国の言語をインドネシア語と呼ぶから、マレー語がインドネシアのものにされるみたいな対立は起きようがないね。マレー語圏で人気のある音楽はやっぱり自国風のポップ
プスが主流。インドネシアの演歌とも呼ばれるダンドゥットの人気が長年高いね。それと近年は K-POP の人気が高い。 K-POP は韓国のポップスのことね。それじゃスノでのマレー語の歌やインドネシアンスタイルを聞いてみよう。 Setiap kata menjadi lagu kita malam ini. Buka hatimu, biarkan musik dimulai sekarang. Langkah atau umum besar. Dari timur ke barat, utara ke selatan kita pergi. Setiap bahasa punya cerita, biarkan mengalir. Suara berbeda. マレー語がこの順位にいるのはインドネシア語があるからだから、今回はマレー語ではなくインドネシア語を紹介させてもらったよ。ランキング12位はベンガル語、バングラデシュの公用語だね。それとインドの東部でも使われている。インドの一部といっても1億人いるよ。ベンガル語圏で人気の音楽は自国風ポップスのバングラポップ。それとインドにも人口が多いからボリウッド系の映画音楽も人気だね。それじゃスノでのベンガル語の歌やベンガルスタイルの効果を聞いてみよう。 প্রতিটি শব্দ আমাদের গান হয়ে ওঠে আজ রাতে। তোমার হৃদয়ে খোলো, সঙ্গীত শুরু হতে দাও। বিরল বা সাধারণ, বড় বা ছোট, আমরা গাই। বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন লিপি আমরা লিখি, কিন্তু আমরা একসাথে চাঁদের আলোতে গাই।仮にバングラデシュという国の正確な位置を知らなかったとしても、音楽を聴けばインドと東南アジアの中間だろうなってわかるから面白いね。ランキング13位はトルコ語。これはほぼトルコの言語だね。欧米らしくヒップホップが人気だけど、一方でアラベスクというジャンルがある。アラベスクは名前の通りアラブの特徴的なメロディーを使うジャンル。トルコではアラベスクが長年人気で、ヒップホップやポップスもこの要素を加えたアラベスクラップやアラベスクポップが人気。欧州とは大きく曲調が異なるね。それじゃスノでのトルコ語の歌やターキッシュスタイルの効果を聞いてみよう。 Her kelime bu gece bizim şarkımız oluyor. Kalbini aç, müziğin şimdi başlamasına izin ver. Nadir veya yaygın, büyük veya küçük çağrı. Her kelime bu gece bizim şarkımız oluyor. Kalbini aç, müziğin şimdi başlamasına izin ver. Nadir veya yaygın, büyük veya küçük çağırıyor. ちなみにアラベスク系のスタイルだともっと中東要素の強い曲になるよ。トルコも欧州と中東の間という音楽から位置を想像できる国だね。ランキング14位はイタリア語。ついに言語使用量が 1% を割ったね。この辺りからの言語は基本的にその国だけで使われる言語になるから、言語的な解説は不要になるのでサクサクと紹介していけると思うよ。イタリアはオペラ発祥の地であり、オペラが音楽に与えた影響が大きい。現代でも他の地域より歌が主張するメロディアスな曲が好まれる特徴があるよ。ヨーロッパの例に漏れずイタリアでも現在人気があるのはヒップホップだけど、イタリアではトラップのような歌うタイプのヒップホップが主流だね。それじゃスノでのイタリア語の歌やイタリアンスタイルの効果を聞いてみよう。 Ogni parola diventa la nostra canzone stasera. Apri il tuo cuore, lascia che la musica inizi ora. Rare o comuni, grandi o piccole. Ogni parola diventa la nostra canzone stasera. Apri il tuo cuore, lascia che la musica inizi ora. Rare o comuni, grandi o piccole. 言語によって曲調が変わるのは中東インドの言語が分かりやすいけど、
言語によって歌い方が変わるのはイタリア語が一番わかりやすいね。ランキング15位はベトナム語。人気なのは自国風ポップスの V ポップ。ベトナムはバラードの人気が特に高い。トップを取れるレベルの人気ジャンルだよ。それじゃ素のでのベトナム語の歌やベトナミーズスタイルの効果を聞いてみよう。Mỗi từ ngữ trở thành bài hát của chúng ta đêm nay. Hãy mở trái tim để âm nhạc bắt đầu ngay bây giờ. Hiếm có hay phổ biến lớn hay nhỏ chúng ta. Mỗi từ ngữ trở thành bài hát của chúng ta đêm nay. Hãy mở trái tim để âm nhạc bắt đầu ngay bây giờ. Hiếm có hay phổ biến lớn hay nhỏ chúng ta gọi. アジア圏の言語や曲は日本人としては親しみを感じることが多いんじゃないかな。ランキング16位は韓国語。音楽においてはアジア圏の代表だね。人口や言語のランキングで見るとアジア圏でも上位とは言えないけど、音楽では世界トップ10に確実に入るし、トップ5を狙えるレベルの影響がある。例えばルミネイトの輸出国ランキングで昨年の韓国は4位に入っていたよ。大抵の音楽統計で韓国は5位前後だと思う。人口比で考えるとすごいことだね。ただ K-POP の歴史はまだ浅いし、まだ局所的な人気であることも確か。今後 K-POP がアジアを代表する音楽になるかはまだわからないね。それじゃ素のでの韓国語の歌やコリアンスタイルの効果を聞いてみよう。 모든 단어가 오늘 밤 우리의 노래가 돼. 마음을 열고 음악이 지금 시작되게 해. 희귀하든 흔하든 크든 작든 우리는 불러. 모든 단어가 오늘 밤 우리의 노래가 돼. 마음을 열고 음악이 지금 시작되게 해. 희귀하든 흔하든 크든 작든 우리는 불러. 言語名をスタイルにしても民族音楽的要素がほとんど出てこない。これはこれで珍しい効果だね。それだけ K-POP の影響が強いのかな。ランキング17位はペルシア語。主にイランの言語になるよ。アフガニスタンのダリー語やタジキスタンのタジク語も言語上はペルシア語の方言とされている。インドネシア語と似た立ち位置だね。ペルシア語圏は詩の人気が高くて音楽にも詩の影響が出ることが多い。歌詞が主役になるような音楽が多くてセリフパートが入ることもあるよ。それじゃ素のでのペルシア語の歌やペルシアンスタイルの効果を聞いてみよう。 هر کلمه امشب به آهنگ ما تبدیل می شود. قلبت را باز کن بگذار موسیقی الان شروع شود. نادر یا معمولی بزرگ یا کوچک ما صدا میزنی. هر کلام امشب به آهنگ ما تبدیل می شود. قلبت را باز کن بگذار موسیقی الان شروع شود. نادر یا ペルシア語圏は地理的にはインドと中東の間に位置していて音楽的にも両者の特徴はあるけどどちらとも違う独自の雰囲気もあるよ。ランキング18位はウルドゥー語。パキスタンの言語だね。それとインドの一部でも使われている。一部といっても結構な人数がいるよ。それじゃ素のでのウルドゥー語の歌やウルドゥースタイルの効果を聞いてみよう。 हर लफ्ज़ आज रात हमारा गाना बन जाता है. अपना दिल खोलो मौसीकी को अभी शुरू होने दो. नायाब हो या हर लफ्ज़ आज रात हमारा गाना बन जाता है. अपना दिल खोलो मौसीकी को अभी शुरू होने दो. नायाब हो या आम बड़ा. 続いてランキング19位のタガログ語。フィリピンの言語だね。フィリピンでは英語も公用語だから国内では英語の音楽もよく聞かれている。その影響でタガログ語の曲でもヒップホップの人気が高くなっているね。
それと隣国ベトナムと同じようにウゴットと呼ばれるバラードの人気が高い。タガログ語はフィリピンではフィリピノ語と呼ばれているから、今回はフィリピノをスタイルにするよ。タガログ語歌詞と合わせて聞いてみよう。Bawat salita ay nagiging kanta natin ngayong gabi. Buksan ang iyong puso, hayaan ang musika magsimula ngayon. Bihira man o karaniwan. Bawat salita ay nagiging kanta natin ngayong gabi. Buksan ang iyong puso, hayaan ang musika magsimula ngayon. Bihira. 続いてランキング20位のタイ語。東南アジアのタイの言語だね。ルクトゥンという歌謡曲風のポップスの人気が長年高いね。ちなみにここまで言語の効果とスタイルの効果を別に紹介してきたけど、聞いての通り大半の言語で言語とスタイルの効果は似ている。20位以降はその傾向がより強いから、これ以降スタイルの紹介は省略するね。スタイルで入れると特殊な効果がある時だけ紹介することにするよ。ทุกคำกลายเป็นเพลงของเราในคืนนี้ เปิดใจของคุณให้ดนตรีเริ่มต้นตอนนี้เลยหายากหรือธรรมดาใหญ่เล็กเราเรียกหามีดน 次はランキング21位のマラーティー語。これはインドの一部で話されている言語。そしてランキング22位のテルグ語もインドの一部で話されている言語だね。でもテルグ語は同じインドだけど、他のインド語とは性質が違うよ。今まで紹介してきたインドの言語、ヒンディーやベンガルやウルドゥーやマラーティーは全部インド北部の言語グループだけど、テルグはインド南部の言語グループなんだ。音楽的にも結構差があったりする。どんな効果か実際に聞いてみようか。प्रत्येक शब्द आज रात्री आपले गाणे बनतो. तुझे हृदय उघड संगीत आता सुरू होऊ दे. दुर्मिळ किंवा सामा प्रत्येक भाषेची कथा आहे ती वाहू द्या. वेगवेगळे आवाज, वेगवेगळी लिपी आपण लिहितो. ప్రతిపద మీ రాత్రి మన పాటగా మారుతుంది. మీ హృదయాన్ని తెరవండి, సంగీతం ఇప్పుడు ప్రారంభం కావనివ్వండి. ప్రతిపదం ఈ రాత్రి మన పాటగా మారుతుంది. నీ హృదయాన్ని తెరవండి, సంగీతం ఇప్పుడు ప్రారంభం కావనివ్వండి. అరుదైన లేదా సాధారణమైన, పెద్ద లేదా చిన్న మేము పిలుస్తాము. 次はランキング23位のポーランド語。ポーランドは中央の国だね。ここからはまとめて紹介していくよ。ランキング24位はタミル語。タミル語は先ほどのテルグ語と同じインドの南部で話される言語だよ。ランキング25位はジャワ語。インドネシアの一部で話される言語。この3種類はスタイル紹介はせず、単純に歌声だけを聞いてみよう。Każde słowo staje się naszą piosenką dziś wieczorem. Otwórz swoje serce, pozwól muzyce zacząć się teraz. Rzadkie czy powszechne, duże czy małe, my wzywamy. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இன்று இரவு நமது பாடலாக மாறுகிறது. உங்கள் இதயத்தை திறவுங்கள், இசை இப்போது தொடங்க அனுமதியுங்கள். அரிதானதோ பொதுவானதோ Zapil tambung, dadi lagu. Kita bengi iki buka tim. 次はランキング26位のウクライナ語。ロシアと効果が似てると言うと怒られそう。ランキング27位はオランダ語。オランダとベルギーの公用語でもあるね。ランキング28位はグジャラート語。これもまたインドの一部で使われている。インドって大変だな。
と今回の動画で改めて思った。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。Кожне слово стає нашою піснею цієї ночі. Відкрий своє серце, дозволь музиці почати зараз. Рідкісні чи звичайні, великі чи малі, ми кличемо. Тут є музика для всіх них разом. Elk woord wordt vanavond ons lied dat klinkt. Open je hart, laat de muziek nu beginnen meteen. Zeldzaam of gewoon, groot of klein. Karek shunk rojni ratre aap rogat bare jay chhe. Kamaro rade kholo sangit had sharu khabadu daril phaki。 次はランキング29位、ナイジェリアピジン語だよ。ナイジェリアの公用語は英語なんだけど、現地語風にアレンジされていって、英語とは少し違う言語になった。それがナイジェリアピジン語だよ。さてここで動画の最初に話した問題に初めて直面したことになる。ナイジェリアピジン語はだいたい英語だから、素のに歌詞を入れれば当然歌ってくれる。ただナイジェリアピジン語として発音できるかどうかはわからないよね。ナイジェリアピジン語の発音の例として、ザはザやジとは読まずにディと読むらしいよ。実際にどうなるか聞いてみよう。 Every word they become our song for tonight. Open your heart, make the music start right now. Rare or common, big or small, we they call them music. Every word they become our song for tonight. Open your heart, make the music start right now. Rare or common, big or small, we they call them music, yeah, yeah, for all of them together. 英語と違う発音の部分を聞き比べて対応言語かどうか調べてもいいけど、アフリカ風になったんだからナイジェリア語として対応してるでしょ。そんな考えで対応言語を調べるのが今回の動画のテーマってことだね。ちなみにもう少し詳しく調べてみたら、曲中のアフリカ要素が強くなるほどナイジェリアの発音になりやすかった。ポルトガル語の時と同じ仕様だね。ランキング30位はカンナダ語。これもインドなんだ。ランキング31位はスワヒリ語。アフリカ東部の言語でタンザニアが代表。ランキング32位はルーマニア語。バルカン半島の国ルーマニアの言語だね。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಸಂಗೀತವು Kila neno linakuwa wimbo wetu usiku wa leo. Fungua moyo wako, acha muziki uanze sasa hivi. Nadra au kawaida, kubwa au ndogo tunaita. Kuna muziki fiecare cuvânt devine cântecul nostru în seara asta. Deschideți inima, lasă muzica să înceapă acum. Rare sau comune, mari sau mici. ランキング33位はウズベク語。ウズベキスタンは中央アジアの国だね。ランキング34位はラフンダー語。インドの隣のパキスタンの一部の言語。ランキング35位はボージュプリー語。これもまたインドの言語だね。インドの少数民族の言語を大量に紹介していると思うかもしれないけど、35位のボージュプリー語でもまだ話者は5000万人だから全然少数ではない。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。 Har bir söz bugün geç kurun, bizning qo'shig'imiz yaylanadi. Qalbingni och musiqaga, hozir boshlanishga ruxsat ber. Kamyob yoki oddiy, katta yoki kichik. हर लफ्ज अज रात साडा गाना बन जांदा है। अपना दिल खोल, संगीत नु हन शुरू होंदे। नायाब होवे या बुढ़ा हुए
हर शब्द आज रात हमार गाना बन जाला अपना दिल खोल दस संगीत के अभी शुरू होके दस दुर्लभ होके भाम बड़ होके ランキング36位はハウサ語。西アフリカのいろいろな国で使われるよ。ナイジェリアピジン語の話で、英語に混じった現地語もこのハウサ語。ランキング37位はアゼルバイジャン語。トルコの東にある国だね。トルコと同様にヨーロッパとアジア、どちらに含まれることもある国だよ。ランキング38位はビルマ語。東南アジアのミャンマーの言語。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。Kowace kalma tana zama watar mu daren yau Kude zuciyar ka bari kiran ya fara yanzu nan Ko da baka safai ko na yau da kullun babba ko karami muna kira Söz bu akşam bizim mahnımıza çevrilir Yüreğini aç musikinin indi başlamasına icazebe Nadir veya büyük veya küçük biz çağırırız私は翻訳サイトに歌詞を発生させてその言語の発音を確かめてるんだけどスノのビルマ語の歌は発音がおかしいような気がする。もちろん私は翻訳サイト頼りでビルマ語のことは全然知らないから正直よくわからないんだけどスノが対応できたと確信は持てなかった。スノに未対応の言語を入れた場合おそらく全く歌わないのではなくそれっぽい嘘の言語で歌うと思う。そしてその嘘を見抜くのって結構難しい。ここから先は翻訳サイト未対応の言語も増えてきてより難しくなるね。正直なところこの先の言語は対応してるかどうか判断がつけられない。だから動画の最初でも触れた通り50位までの紹介で終わりにするね。ランキング39位はクルド語。西アジアのクルド人の言語だね。クルド人は国家を持たない民族の中で世界最大ってことで有名な民族だよ。ランキング40位はスンダ語。インドネシアの一部で使われる言語だよ。41位はセルビア・クロアチア語。旧ユーゴスラビアの公用語だった言語。ユーゴスラビアが解体された時言語も同様に分裂して現在はセルビア語、クロアチア語、ボスニア語と国によって名前が変わっている。ただ言語としてはほとんど同じ。今回はセルビア語を代表として使うね。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。هر پیود بسترانان می شوه شوه دل خوبه که بلا موزیک نه دست ببکه که من گلم پری مزنم پچوکم باندکن مویランキング42位はオリア語。これもまたインドの言語だね。ランキング42位はマラヤーラム語。これもまたインドの言語だね。ランキング44位は東パンジャブ語。これもまたインドの言語なんだ。インドの言語は数が多すぎるからもう紹介を飛ばそうかと思ったけどインドの言語は50位までだと。これが最後だから飛ばさずに紹介するよ。東パンジャブ語は特殊な効果なので飛ばさずに説明する必要もあるからね。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。प्रत्येक शब्द आजी रात्रि आमर गीत ହୋଇଯାଏ तुमर हृदय खोला संगीतକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ഓരോ വാക്ക്
ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പാട്ടായി മാറുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കു, സംഗീതം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം. हर शब्द अज रात साडा गीत बन जाता है. अपना दिल खोलो संगीत नू हुण शुरू होण दिओ. दुर्लभ जां नाम वड्डा जां छोटा असीं बुलाउंदे हां. इत्थे होना 動画の最初の方にヒンディー語は映画の影響でセリフが入ると言ったけど、ボリウッドは基本ヒンディー語だから他のインド言語にセリフ要素はあまりない。じゃあなんで東パンジャブ語だけ全部セリフになる効果があるんだろうね。少し調べてみたけどわからなかったよ。シーク教の言語だからその関係かな。ランキング45位はスウェーデン語。45位にしてようやく北欧が出てきたね。ランキング46位はネパール語。ネパールはインドの北の国だよ。ネパール語はヒンディー語と同じ文字を使ってるんだけど、ネパール語はインド風にならない。スノの使用を考える題材として面白そう。ランキング47位はズールー語。南アフリカで使われる言語だよ。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。 Varje ord blir vår sång ikväll, ikväll. Öppna ditt hjärta, låt musiken börja nu genast. Sällsynta eller vanliga, stora eller små. पूर्व बाट पश्चिमतिर उत्तर बाट दक्षिणतिर हामी जान्छौँ. हरेक भाषाको कथा छ यसलाई बग्न दिनुहोस् फरक आवाजहरू. पूर्वबाट पश्चिमतिर उत्तरबाट दक्षिणतिर हामी जान्छौँ. हरेक भाषाको कथा छ यसलाई बग्न दिनु. Igamangalinha liba ingoma yethu kwalobu busuku. Vula inhliziyo yakho uvumela umkhulu uqale manje. Akuvamile noma kuvamile okukhulu noma kuncane siya. ネパール語はヒンディー語と同じ文字だし、ネパール音楽はインドの影響が強い。でもネパール語はインド風にならない。ちょっと不思議な感じがするね。ランキング48位はカザフ語。中央アジアの一番北カザフスタンの言語。ランキング49位はバイエルン語。ドイツとオーストリアの山岳地帯の言語。ドイツとオーストリアの山岳というと、つまりアルプス山脈のことだね。そして今日のラスト50位はギリシア語。地中海の国ギリシャの言語だね。それじゃこの3種類の言語の歌声と曲調を聞いてみようか。 Thuisburgend en debes de ganimizga aynaladi. Yuragimda aşk muzikaning g'azir bastaluuna ruxsat Serik nimasi qarapayim o'lgan nimasi kishi biz shahar. Jetzt fort wird ein Lob unser Lied und do. Macht dein Herz auf los, muss jetzt anfangen gleich. Oder gewöhnlich groß oder klar. Unterschiedliche Klang, unterschiedliche Schriften schreiben wir, aber wir singen alle zusammen im Mondscheinheit. Κάθε λέξη γίνεται τραγούδι μας απόψε σήμερα. Άνοιξε την καρδιά σου, άφησε τη μουσική να αρχίσει τώρα. Σπάνια η κοινά, μεγάλα ή μικρά, εμείς φωνάζουμε. ということで50言語の視聴完了。長時間のご視聴お疲れ様でした。ちなみにこの後100位のグアラニ語と150位のスワジ語を試してみたら、どっちも普通に効果があったよ。対応言語は低く見積もっても100は超えそう。今回の動画の調査内容をまとめると、まず言語が曲調に影響を与えるのは明らか。ただ思ったより変化が少ないというか、地域ごとに似た曲調になる傾向があったね。今回調べた50位までの言語ってかなりメジャーな言語だけだから、51位以降も調べていけば変わった効果の言語も出てきそう。今回の動画でも後半の順位の方が
変わった効果の言語が多かったからね。まあでも50位までの言語でも地域に応じた特徴はしっかり出るから、別の地域の歌を作りたいのであれば今回紹介した言語で十分対応できるはず。最後に今回の動画の反省点として、後半がちょっと駆け足すぎたね。本当は1位から10位くらいの解説を50位まで続けるつもりだったけど、何時間かかるんだよって話だね。ちょっとペース配分を見誤った。まあでも普段の動画ではカットする。スノとは特に関係のない雑談をたまには思う存分話したくて長時間の動画を作ってるわけだからね。長々と無駄話を続けた挙句に時間が足りなくて駆け足になる動画でも1年に1回は許してくれると嬉しいな。私はこの動画を作ってて楽しかったよ。今年の通常動画の更新は1月7日か1月8日あたりから始める予定。今年は確実に新スノが出るけど、このチャンネルはどうなっていくんだろう。新スノでは大きく仕様が変わるし、何より現行バージョンが使えなくなるから、今の V5 環境で細かい機能の検証をしても無駄になりそうでやりたくないんだよね。だから新スノまではスタイル解説以外のことはあまりやらないと思う。それじゃそろそろ終わりにしようか。1時間の視聴ありがとうございました。それじゃ今年もよろしくね。